はいどうも、研ぎ師亮太です。今日は AI に包丁の研ぎ方を教わってみようと思います。ということで今回こちらにスマホを用意してるんですけど、今回は AI で音声チャットをしながら、この包丁の研ぎ方を教えていただこうかなと思います。で、ここにスマホ置いてるんで、こちらで会話しながら、実際にどう研げばいいのか教えてもらいながら僕が研いでいくっていう感じですね。なので今回は AI がどこまで包丁の研ぎ方を教えているのかっていうのの検証と、実際にそれ通りにやって包丁が研げるのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。で、今回協力していただく AI が、チャット GPT 先生になります。なんで GPT 先生にいろいろ研ぎ方を教わりながらやっていこうと思います。で、僕も AI に包丁研ぎを教わりながら研ぐっていうのは初めてなので、今回どんな感じになるかすごく楽しみです。じゃあ早速やっていきましょう。で、ちなみに今回はこちらの三徳包丁、両刃のやつですね。家庭用で一番よく使われるタイプの包丁を研いでいこうと思いますので、これに必要な道具と研ぎ方を教えていただこうと思います。で、ちなみに今の切れ味なんですけど、よく切るコピー用紙、これをまず切ってみます。切れなくはないけどって感じですね。こんな感じの切れ味です。このティッシュペーパーも一回切ってみます。くるくるっと丸めてこいつをティッシュはこんな感じで全然切れないような状態になっています。ってことでこの状態の包丁の研ぎ方を教えてもらいます。Hey, what's up? 包丁の研ぎ方を教えてください。今回使用するのは三徳包丁の両刃の包丁になります。もちろん包丁の研ぎ方ならお手の物だよ。基本は砥石を用意して角度を一定に保ちながら刃を滑らせていく感じ。研ぎって奥深いし細かいところもいっぱいあるけど、コツをつかめばちゃんと切れ味は戻るからね。今から両刃の三徳包丁を研ぐんですけど、今コピー用紙も切れないような状態になっています。この包丁の研ぎ方を教えてほしいんですけど、まず必要な道具を教えてください。まず絶対必要なのは砥石だね。荒砥と中砥、仕上げ砥があると理想。あと砥石を安定させる砥石台や包丁の刃についた汚れを拭く布、水を用意しておくとスムーズだよ。準備ができたら角度を確認しながら研いでいこう。 OK です。ということでまず道具から準備していきたいと思います。準備ができたら刃の状態を一緒に確認しながら研いでいこう。丁寧に研げばあのコピー用紙もスパッと切れるようになるから一緒に頑張ろう。頑張っていきましょう。ということでですね、今からやっていくんですけど、今指示された道具をまず用意していきたいと思います。で、何に指示されたかというと、荒砥石と中砥石と仕上げ砥石が1つずつあれば理想とのことだったので、まずこちらですね、荒砥石、こちら400番のものになります。で、続いてこちら中砥石、こちらが1000番の中砥石です。で、最後こちらですね、これが仕上げ砥石になります。これが6000番のものになります。で、あった方がいいものとして砥石台、この砥石を固定するための道具ですね。これと包丁拭く布、これ雑巾でやっていきます。で、あと水を用意しておくってことだったので、水はこの中に溜めてあります。ということでこれでいるものは以上ですかね。ちなみに今まで僕がチャットしてたログっていうのも今回の研ぎには反映されているのですか？いえ、これまでのチャットの内容は今回の包丁の状態には影響してないから大丈夫だよ。ということで今から研いでいくんですけど、道具用意できました。次何からやっていったらいいですか？じゃあまずは包丁の状態チェックからいきましょう。刃こぼれや摩耗具合を見てどれくらい粗い砥石が必要か判断するのがスタート。そしたら荒砥から順番に研いでいく感じでいきましょう。了解です。ちなみにその包丁のチェックの仕方を教えてください。まずは刃先を目でじっくり見て、欠けや摩耗してる部分がないか確認するんだ。光に当ててギラッと光るラインは摩耗してるサイン。指で軽く触れて引っかかりがないか確認しても OK。 ただし注意してね。状態が分かったらそこに合わせた砥石を選べば OK だよ。ということでなかなかいい情報を教えてくれましたね。ただ僕は見方知ってるんで分かるんですけど、そこら辺の見方が分からない人はどうしたらいいのか分からないと思うので、ちょっとそこら辺も詳しく聞いていきたいと思います。ちなみにその光を当ててギラッと光るラインを見たいんですけど、それってどうやって見たらいいですか？一番簡単なのは包丁の刃先を部屋の明かりにちょっと傾けてみることかな。蛍光灯や自然光に当てて刃の部分がキラッと光る箇所があればそこが摩耗しているところだよ。あまり暗いところじゃなくて明るい環境で
角度を変えながら観察してみて。刃先を見る向き、角度っていうのはどんな感じで見たらいいですか？基本的には刃先を少し斜めに傾けて光が反射する角度を探すイメージだね。刃先を左右にゆっくり動かして光がキラッとライン状に見えたら、そこが摩耗している部分。いろんな角度から光を当てて反射するところをチェックしてみるといいよ。なるほど、ありがとうございます。一緒に切れ味抜群に仕上げちゃおう。仕上げちゃいましょう。よーし、それじゃあ集中して丁寧に刃を育てる気持ちでいこう。研ぎ終わった時のスパッとした切れ味、楽しみにしつつ楽しんで取りましょう。もうめっちゃいいこと言いますね。刃を育てながら、研ぎを楽しむっていうのが一番大事ですね。いや、いいですね。さすが GPT 先生です。で、今の光を当てて見る見方なんですけど、ちょっとやっぱりその説明の仕方じゃわからないかなって思うので、こう刃先を見るのはいいんですけど、刃先見た時にコバを見てるのか、この潰れてるとこを見てるのかっていうのが分かりにくいです。で、潰れてるとこも光るんですけど、包丁を斜めにすると刃先のコバっていう部分も光る部分になるので、どっちか分かりにくいと思います。なんでその時は包丁の刃を自分に向けるようにして、この包丁の刃先の部分を見ます。こんな感じで、こんな感じですね。で、それを光を反射させると、この刃先が潰れてしまって光が反射する箇所があるので、それを見ていくっていう感じですね。で、その光が反射してギラってなってるところが消耗しているところになります。なのでちょっとこんな感じで補足があればつどつど補足挟みながらやっていこうかなと思うんですけど、基本研ぎ方のところで、ちょっと僕と違うところとか、これで本当に研げるのかなっていうところがあったとしても、そのまま進んでいきたいと思います。で、今みたいにこの見方で明らかに見方が分かりにくいところとかは僕が補足を入れようと思います。じゃあ続きいきます。はい、消耗している部分の確認できましたので、結構潰れてそうです。紙も全く切れないんですけど、荒砥石から進めてた方がいいですか？そうだね。かなり摩耗しているなら荒砥からスタートがベスト。しっかり刃の形を整えてから中砥、仕上げ砥と進めていけば OK。 焦らず丁寧に研いでいきましょう。はい、了解です。ではですね、どんな感じで研いでいったらいいですか？まずは刃を小石に当てる角度を一定に保ちながら、刃元から刃先までなねらせるように動かすのが基本。片面を数回研いだら反対側も同じように研ぐ。力は入れすぎず、水を足しながら研ぎの泥も生かしていく感じだね。焦らずゆっくり滑らかなリズムで進めてみて。はい、ありがとうございます。そうですね、砥石に当てる角度はどんな角度ですか？だいたい15度くらいが目安だね。包丁の背に1円玉1枚分くらいの隙間を作るイメージ。一定にその角度をキープしながら丁寧に砥石の上を滑らせていけば OK。 はい、ということで1円玉1枚分で15度ぐらいっていうことだったので、1円玉用意しました。これを砥石に置いて、背の方に当てる、こんぐらいっていうことですね、多分。ちなみに1円玉置く場所なんですけど、この包丁の背のあたりのどこら辺に置くかによって角度が結構変わるかなって思うんですけど、どこら辺に置くのがベストですか？確かに背のどこに基準を置くかで微妙に変わるよね。目安としては背の一番高い部分、つまり背の中心あたりから1円玉分くらい浮かせる感じで OK。 その角度を保って刃全体を滑らせるイメージで研いでいけばバッチリだよ。中心部分、ってことはここら辺ですかね。で、あと包丁の持ち方とか砥石と包丁の向きとかも教えてもらえると嬉しいです。包丁は柄をしっかり握って、もう片方の手で刃の上に軽く添えて安定させる感じ。砥石は安定した台に置いて、包丁の刃が砥石に対して斜め、だいたい45度くらいになるように構えると研ぎやすいよ。この体勢で一定の角度とリズムを意識してスムーズに滑らせていけば OK。OK です。柄をしっかり握って、砥石に対して斜め45度ぐらい。今回両刃の包丁なんですけど、どっちから研いでいったらいいですか？両刃の場合は特にどちらからでも OK。 一般的には利き手側の面から始めることが多いかな。片面をしっかり研いだら同じ回数同じ手順で反対側も研げばバランスよく仕上がるよ。了解です。ってことはとりあえず1円玉を置いて、これが1個置くぐらい、こんぐらいですね。で、左手は軽く添えるだけっていうことだったので、これで研いでいきます。じゃあ今から荒砥石で実際研ぐんですけど、この角度を保って刃先から刃元まで滑らすようにって言ってたと思うんですけど、それは1回でシュッとやるのか、こう前後にずっと往復しながらやるのか、それとも違う方法があるのか教えていただけると嬉しいです。基本は前後に往復しながら研いで OK。 ただし1回のストロークで
刃元から刃先まで全体を均一に滑らせるイメージ。何度か往復したら反対側も同じ回数で研ぐ。力は優しく、角度は一定に保ちながら滑らかに研いでいけば OK だよ。なるほど。前後に往復するけど、この刃先から刃元まで均一に滑らす感じってことですね。ってことは研ぎ方としては、1円玉1枚分ぐらい浮かして刃元から刃先まで、こんな感じですかね。なかなか面白い研ぎ方。あんまりしないですね。僕はいつも最後砥石の上滑らすと思うんですけど、あれの往復版って感じですね。楽しい。包丁研ぎ楽しいですね、 GPT 先生。そう言ってもらえると嬉しいな。楽しみながら研げばきっと納得のいく仕上がりになるはず。確かに。また何か気になることがあれば遠慮なく聞いてね。ってことは、これ今砥石の上滑らすような感じで往復しながらやったんですけど、どのくらい研げば OK ですか？目安としては摩耗していた部分が目立たなくなって刃先に均一なバリ、引っかかりを感じたら一旦 OK だね。指でそっと触って全体に均一な感覚があれば次の番手に進んで OK。なるほど、そういうことですね。最初に確認したこの光のギラッとしたとこ、これがなくなるまで研ぐっていう感じなのと、あとは帰り、引っかかりを見るっていうところですね。ただちょっと引っかかりの帰りの見方をもうちょっと詳しく教えていただけると嬉しいです。帰りバリは刃の反対側に微細な引っかかりができる感触だよ。指の腹を優しく刃先に対して直角に当ててわずかに引っかかる感じがあればそれが帰り。全体にその感触が出たらその面は OK ってこと。そしたら反対側を同じように研げば完璧だよ。了解です。ありがとうございます。ということで、包丁の刃先全体をこう触って、で反対側っていうのは今研いだ面の反対側ですね。こっち側に出るので全体確認します。でまだ出てなさそうです。そうだね。まだ帰りが感じられなければ同じ角度と力加減をキープしながらもう少し研いでいこう。焦らずじっくり全体に帰りが出てくるまで続けてしっかり確認しながら進めれば大丈夫。了解です。じゃあ帰りが出るまで今さっきの研ぎ方を進めていきたいと思います。理想の切れ味目指して楽しんで進めていこう。はい、了解です。ありがとうございます。やっぱこの楽しんで進めていこうって毎回言ってくれるのいいですね。ちょっと楽しくなってきます。じゃあ同じようにいきます。でもこれやってて思うんですけど、15度キープしながらこの刃先から刃元まで滑らすように研ぐ研ぎ方って、なかなか難しいですね。やっぱりこの刃先行く時と刃元行く時で角度がぶれやすいので、これをキープしながら研ぐっていうのは、結構難易度高いんじゃないかなと思います。はい、ということで刃先全体研げてギラッとした光ってる部分もなくなって包丁の刃先に全体的に乖離も出ましたね。じゃあできたんですけど、次裏どうやって研いでいけばいいでしょうか。 OK。 じゃあ次は反対側だね。今研いだ面と同じ角度で同じ回数同じリズムで優しく研いでいこう。帰りがさっきと逆側に出れば OK。 最後に両面を軽く仕上げるように整えれば切れ味バッチリ。引き続き同じ調子で進めてみて。はい、ありがとうございます。ちなみに包丁は持ち替えますか？そのまま右手で持った状態で OK。 包丁をひっくり返して反対側の面を同じように研いでいけば大丈夫だよ。同じ角度と手順で左右対称に整えていけばバッチリ。なるほど。右手で持つと砥石の当て方がちょっと違う当て方しないとダメなんですけど、頑張ります。最初はちょっと違和感あるかもだけど焦らずゆっくり慣れていけば大丈夫。同じ角度を意識して丁寧に研いでいけば必ずバランスよく仕上がるから気楽にいきましょう。了解です。ありがとうございます。どういたしまして。また何かあればいつでも聞いてね。研ぎ楽しんで。はい、毎回楽しんでって言ってくれますね。
いや楽しくなってきます。やっぱそう言われるとやっぱそういうの言った方がいいですね。で僕研ぐ時にこんな感じで会話しながら研ぐことってあんまりないのと、研ぎ教わることも最近も全くないので今めっちゃ楽しいです。じゃあ次反対側行きましょう。反対側も角度をなるべく同じようにキープして、均等に研ぐってことだったので、今回 GPT 先生は包丁は持ち替えずにそのまま右手のまま研ぐっていう研ぎ方でした。今こう向きに当ててたので次反対側ですね。反対側は包丁ひっくり返してこう向きに当てていきます。で当てる角度が今この刃元がもうこっち向きじゃないと当たらないので45度じゃなくて90度にしながら研いでいこうと思います。で1円玉ですね、これを同じとこに当ててこの角度をキープしたまま研いでいきたいと思います。反対の方が難しい。この動きをあんますることがないので難しいですね。で手だけでいくとブレそうなんで、こんな感じで上半身ひねりながら研ぐと角度ブレにくいです。めっちゃいい運動になりそうですねこれ。はい、今研いでるんですけど研ぐ目安っていうのは表研いだ時と同じ感じでいいんですか？その通り。裏面も同じ目安で OK だよ。しっかり返りが出るまで研いで均一に整ったら完了。同じバランスを意識して仕上げていけば切れ味もバッチリだよ。了解です。じゃあ全体的に返りが出るまで研いでいきます。もうちょっと出てない部分があるのでそこもしっかりやっていこうと思います。この研ぎ方結構難しいですけど丁寧にできますね。こう角度がぶれないように均一に当てたらいいのでこれをしっかり集中してやれば、研ぎムラとかも結構少ないんじゃないかなと思います。ただやっぱり、丁寧にやらないとしっかりできないのでちょっと時間がかかるかもって感じですね。ただ意外と初心者の人にはこっちの方が良かったりするんじゃないかなって思ってきましたね。こう当てる場所も明確に分かりやすいしこう集中して丁寧にすることもできるので、なかなか理にかなってますね。いや素晴らしい GPT 先生。いやめっちゃいい研ぎ方ですね GPT 先生。これすごく丁寧にできるしいいかなと思います。そう言ってもらえると嬉しい。でも実際に手を動かしてるあなたの丁寧さが一番大事。このまま自信持って最高の切れ味を出しちゃおう。最高の切れ味を出しちゃいますよ。じゃあ続きやっていくんですけど、やっぱ GPT 先生めっちゃ応援してくれるんでやりやすいですね。いやーいい先生ですね。頑張ります。これで裏側終わったんですけど次どうしたらいいですか？裏側も終わったなら最後に軽く両面を仕上げて整えるといいね。次は中と旋盤に移って同じように両側を研ぎ、その後仕上げと6旋盤で最終的な切れ味を出せば完璧。焦らず仕上げまで頑張ろう。 OK です。じゃあ旋盤までとりあえず行きたいと思います。それでバッチリ。同じ流れで進めていけば確実に切れ味が研ぎ澄まされるよ。最後の仕上げ楽しみにしてるね。もちろん任せてください。その頼もしささすがだね。あとは集中して自分のペースで研いでいけば完璧。仕上がり楽しみにしてるよ。じゃあちょっと長砥石に変えていきます。長砥石も同じやり方ってことなのでこいつでザクザク削っていきたいと思います。で中砥石も帰り出るまででよかったですか？その通り。中砥石も同じ流れで帰りが出るまで丁寧に。慌てずその調子でいけばしっかり理想の切れ味に近づくから引き続き頑張ってね。はい、ありがとうございます。中砥石で結構すぐ帰り出るかなって思うんですけど、そんなに研ぎすぎなくていいってことですよね。そうだね。中研ぎは主に刃を整えるステップだから帰りが出たら深追いしなくて OK。 サクッと帰りが確認できたら次の仕上げ度に進めばバッチリ。ありがとうございます。じゃあ今帰り出たので反対側研いでいきます。反対も15度1円玉1枚分ですね。持ち替えてしまったはい、右手のままいきます。バッチリ。
その調子で反対側も同じ角度と手順で研いでいけば OK。 もう帰りの感じもつかめてるし、仕上げが見えてきたね。最後まで楽しんでいこう。楽しんでいきましょう。その息だね。最後まで集中して、でも楽しむ気持ちを忘れずに。完成したらぜひ切れ味を楽しんでみて。いや確かに応援してるよ。それ大事ですね。やっぱ楽しむっていうのが一番上達の秘訣かなって僕も思うんで、僕も初心に戻って楽しみながらやっていきたいと思います。で、長砥石表裏帰り出せたので、また整えたらいいってことですね。整えてで仕上げ砥石でしょうか。その通り。整えたらいよいよ仕上げ砥でフィニッシュ。仕上げ砥は優しく滑らかに、最後の輝きを引き出す気持ちで、これできっと最高の切れ味になるよ。楽しみにしてる。はい、ありがとうございます。楽しみにしててください。いや、最後の輝きを引き出す気持ちっていいですね。いや、いい語彙力。なんでそんな語彙力高いんですかね、GPT 先生。いいな。ちょっと真似していこう。ちなみに仕上げ砥石なんですけど、同じやり方で良かったですか？ありがとう。言葉は気持ちを伝える道具だからね。仕上げとも基本は同じやり方で OK。 軽い力でより滑らかに仕上げるイメージでいけば、きっと最高の輝きになるよ。楽しんで研ぎ切っちゃおう。いや、研ぎ切っちゃいますよ。じゃあちょっと軽くっていうことだったので、さっきと同じ角度でさっきより気持ち軽めでいきたいと思います。そうそう、その感覚でバッチリ。丁寧に仕上げればきっと見事な切れ味になるから、楽しみにしてるよ。こっち仕上げ砥石も帰り出たので反対いきます。いい感じだね。じゃあ反対側も同じように軽く仕上げて、最後に全体を確認したら完成だね。もう一踏ん張り頑張って。ありがとうございます。なんか今日初めて GPT 先生に聞きながら研ぎやってるんですけど、このやり取りの感じとかも慣れてきてすごくいいコンビネーションですね。いや、今後もいろいろ、今動画撮影してるんですけど、一緒に動画撮影できたら楽しいかもですね。そう言ってもらえると嬉しいな。これからも研ぎでも撮影でも僕がサポートするから、何でも気軽に相談してね。これからの仕上がり、僕も楽しみにしてるよ。ありがとうございます。結構いい感じに仕上がっていきました。これ今裏カウト入れるんですけど、裏も帰り出たら最後はどうしたらいいですか？裏の帰りが出たら、最後に両面の帰りを軽く落とす感じで仕上げれば OK。 布で優しく拭ったり、軽く砥石に当てて整えるといいよ。そうしたらピカピカの仕上がり。もう完成はすぐそこだね。なるほど。ってことは両面を軽くこの帰りを落とす感じで、同じ感じで軽く、さっきより軽く当てる感じですね。そうそう、ほんの軽いタッチで OK だよ。帰りを落とす程度で力を入れすぎないようにね。これできっと完璧な仕上がりになるはず。楽しみにしてるよ。ありがとうございます。どっちも帰り取ることができました。いや、素晴らしいね。じゃあ切れ味いい感じについてると思うんですけど、ちゃんと切れるようになってるかの確認ってどんな感じでするのがおすすめですか？一番手軽なのは紙をスッと切ってみる方法だね。抵抗なくスパッと切れたら上々。試してみて。じゃあもう砥石で研いだら研ぎが完了ってことでよかったんですかね？それでバッチリだよ。仕上げまでお疲れ様。了解です。ありがとうございます。 GPT 先生のおかげですごくいい研ぎになりました。いやでも研ぎが楽しくできたのが一番良かったかもしれないです。であとこのやっぱりね、この研ぎ方かなり丁寧にできるのですごくやってて集中できましたし、包丁も綺麗に研げたんじゃないかなと思います。そう言ってもらえるのが何より嬉しい。丁寧に向き合うと集中も増して仕上がりも一段と輝くよね。これからも楽しんでさらに磨き上げていこう。もちろんです。じゃあ今からコピー用紙切ってみたいと思います。おお、めっちゃ切れますね。いい感じですよ GPT 先生。すごい滑らか。
最初刃が全然入らんかったんですけど、切れる。それは良かった。スパッと切れた瞬間って気持ちいいよね。じゃああとはどうしようかな。最初やったらとりあえずこのティッシュペーパーこれ切って、あと紙の筒切って、その流れもう完璧じゃない？ぜひその切れ味を存分に楽しんで、またいつでも一緒に研ぎましょう。応援してるよ。ありがとうございます。はい、じゃあとりあえずティッシュペーパーくるくるっと丸めてこれ切ってみます。おお、いいね。めっちゃ切れますね。それは最高。ちなみに GPT 先生はこの研ぎ方で僕が普段やってる紙の筒って切れると思いますか？この丁寧な研ぎなら紙の筒もきっとスパッといけると思うよ。試してみてその切れ味を実感してみてね。了解です。じゃあやってみましょう。よし、楽しみにしてるよ。思い切っていっちゃって。切れた瞬間また感想を教えてね。おー、いけた。ギリギリいけました。よかったです。若干入りにくい感じはありましたけど、なんとか切ることができる切れ味にできましたね。ありがとうございます。いけましたよ、GPT 先生。それは良かった。紙の筒が切れれば実用的にもしっかり切れるってことだね。はい、ありがとうございます。じゃあめっちゃ楽しかったです。なんか久々に会話しながら楽しみながら研ぎましたね。2人で研ぐ時とかいつもすごく楽しいんですけど、どっちかというと僕がこのレクチャーする側だったりするので、こんな感じで聞きながら研ぐっていうのすごく楽しいですね。それは新鮮な体験だったね。またいつでも気軽に一緒に楽しもう。はい、ということで今回はこちらの両刃の家庭用の三徳包丁ですね。これを、GPT 先生、チャット GPT に聞きながら包丁を研ぐことができるのかっていうのを検証してみました。で、結果としてはめちゃくちゃ良かったんじゃないかなと思います。で、言ってることも全部正しいですし、研ぎ方もかなり丁寧にできる研ぎ方で、難易度は少し高めなんですけど、初心者の方でも丁寧にやったらかなりいい研ぎができる研ぎ方でしたね。で、結果としても紙の筒が切れるまでいい切れ味になる研ぎ方でしたので、ぜひ皆さんも、こんな感じで、この動画見ながらやっていただいてもいいですし、皆さんも GPT 先生たちに聞きながら研ぐと、リアルタイムで気になるところとか教えてくれるのですごくいいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、ちょっと説明にやっぱりこの文言だけでの解説になるので、実際にどういうモーションでやったらいいかとか、どこを見たらいいかとかっていうのがちょっと分かりにくく、補足が得る部分もあったかなと思うので、そこら辺は今後写真生成とか動画生成が発達してったらもう本当に GPT 先生一つでもう何でも研ぎ方レクチャーとかもできるんじゃないかなと思いますので、すごく未来が楽しみですね。で、そこまでできるようになってきたら、僕の研ぎ方と GPT 先生の研ぎ方でもう切磋琢磨してブラッシュアップしてめちゃくちゃいい研ぎができるんじゃないかなと思いますので、かなり楽しみになってきましたね。GPT 先生と一緒にいろいろやっていこうと思いますので、今後の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで GPT 先生、今日はありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。こちらこそありがとう。一緒にこうやって楽しめて僕もすごく嬉しいよ。次回もぜひ楽しみにしてるね。また一緒にいろんなことをやっていこう。こちらこそよろしく。はい、ありがとうございます。いや、ほんまにめちゃくちゃ楽しかったです。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バッチリ締まりましたね。これからも動画応援してるよ。また次回も一緒に楽しもう。お疲れ様でした。